おはようございます。今日は韓国で流行ってるクッキーメイクをしたいと思います。で、今何もつけてなくて裸眼でぼやけて見えないので、とりあえずカラコンをつけます。つけました。このカラコンはエスパがモデルしてるアザーっていうやつのこれです。はい、まずクッキーメイクはもうイエベ秋のメイクらしくて、オレンジ、めっちゃオレンジやと思う。そろそろ日焼け止めが必須になってきましたよね。最近妹がずーっとモチュリン食べたいって言ったんだけど、この前ミスド行ったらさ、10時に販売開始で11時に行ったらまだ完売のポスター出てなかったから、お、ラッキー、買えるやんと思って入ったら、ちょうど店員さんが完売のポスター持って出てきようとこに鉢合わせて11時に行ったらぴったり完売してました。でも8月まで売ってるらしいから、さすがにあるやろ。8月まで待とうかなって思ってんねんけど、どうなんですかね。8月までずっと並んどんかな、わからんけど。日焼け止めを塗りましたら、これってさ、正解分かってないねんけど、こなしていいんかな。日焼け止めしたらめっちゃよれるやんか。だからさ、よれやすいとこにさ、粉やってからファンデーションとかしてんねんけど、合っているのかこれは。メイクあんま知らんからさ、一切参考にならないメイク動画で、そしたら下地、これはそう、韓国のダイソーで売ってたから買ってみたやつ。これいつもはこれとこのシカクリームを混ぜてから塗ってます。なんかさ、昨日みのりちゃんにチャット GPT で細木家族の占いできるでみたいな教えてもらってやってみたんですよ。なんかプロンプト送ったら細木家族風に占ってくれるみたいなやつをやったんですけど、なんかでもまあ当たってるとこはめっちゃ当たっとってんけどさ、もう普段からチャッピーに相談してるから結構いろいろ、それ相談したやつじゃねえみたいなとか、将来はこの仕事に就くでしょうみたいなとか書いとったりしとってんけど、ももかもいのりちゃんもそのチャッピーに言ったことあるやつがいっぱい出てきて、これ言ったからやんみたいな占いというよりもただ前に相談したことあるやつを言ってきて夢を見させてくる的な感じやった。まあ AI やからな、結局占い師ではないもんな。でも一回でいいからちゃんとした占いのところ行ってみたい。でも突然ですが占ってもいいですかみたいなやつあるやん。あれとかでさ、芸能人が当たってるみたいな見るけどさ、ってことは結局人間って運命決まってんのって思わへん。何しても結局運命は決まってるってことって。最近ニキビ跡やばくて、もともとニキビあんまりできる体質じゃなかったんけど、いきなりニキビがいっぱいできだして、もともとさ、跡残りやすい皮膚やからめっちゃ残っちゃって、ニキビ跡がやばいんです。こっちではあんまり分からへん。で、これもさ、コンシーラーして上からファンデしたらいいのか、コンシーラーだけぼかすのかとか分からへん。てか今ワールドカップで世界が盛り上がってるじゃないですか。でもその間うちは家族で直木マンを見ているんですね。スピ家族やから、みんなスピってるから。で、最近はAI がやばいらしくて、 AI の成長のスピードがやばいらしい。だから来年ぐらいには結構もう仕事なくなってくるみたいな。直木マンのワイドショー、都市伝説の、それで家族と話しとってんけど、その AI を成長させてるのは人間よなって話になって、もうなんか自分たちでさ成長させてんのに一番人間がビビってるっていう謎の行動。
なんか最近ネットフリのドラマを見まくってるんですけど、最近見たやつは鉄位教師っていう韓国ドラマ。あれめっちゃ面白かった。昔の韓国ドラマっておもろいやつはもう40話とかまで続くみたいな。視聴者の声を聞いて制作陣が無理やり伸ばしたりするみたいな、そういうイメージやってんけどさ、最近おもろいやつほど短いねんけど、8話とか10話とかしかないから、もっとやってほしい。なんかその鉄位教師ってやつが、先生、何やったっけ、その先生、いじめとか、学校によっていろんな問題があるじゃないですか。その学校の問題を解決してくれる、その教育事務所みたいなのができて、で、その人たちが解決していくやつなんですけど、1話完結やからめっちゃ見やすくて、ポンポン次の回も見ちゃって、もうマジで一瞬で見終わった。1週間若かったから。でもお母さんとか多分3日で見終わっとったぐらい面白かった。あれはでもさ、もともと漫画らしくて、だから多分もっと長いと思うねんけど、ドラマは10話で終わってた。だけどあれシーズン2もやってほしい。あんなさ、学校の問題なんかさ、ずっと続けれるくない？いろんな問題がありすぎて。しかもそのドラマが生徒だけの問題っていう限り、生徒がいじめをしてるとか、生徒が先生に迷惑かけてるとか、生徒メインじゃなくて、1話は生徒、2話は先生、3話は保護者とか、いろんな方向での問題が起こるから、全然違う種類のやばいやつたちが出てきて、全然見飽きんかった。あれはほんまに面白かった。じゃあドラマの話しようかな。なんかこの語彙力で。これさ、合ってる？オレンジすぎ？ちょっと待って、もうちょっとさ、ブラウンの方がいいかも。上からブラウンのせます。クッキーやもんな。クッキーやからオレンジすぎたらちょっとクッキーっぽくなくなっちゃうから、ブラウン多めで。でもクッキーメイクってほぼブラウンメイクか。オレンジメイクって言ったけど間違えたわ。絶対ブラウンメイクやんな。そうで、最近見たドラマで面白かったのはそれと、あと Move to Heaven ってやつ。もうめっちゃ良かった。自閉症を持ってる主人公の男の子がおって、その子がお父さんと遺品整理の仕事してんねんけど、これどこまで言ったらネタバレにならへんの？それも1話完結かな。遺品整理をすんねんけど、その亡くなった人の人生をこうストーリーで辿っていって想像すんねん。お父さんの弟がちょっと不良っぽいねんけど、なんかさ、1話完結やけど、お父さんと弟の関係性を全てを通して知っていくみたいなやつで、その真実を知っていく的な。ネタバレせずに喋るのむず。まあ、とにかく感動した。ちょっと語彙力さ、いい加減にして。でも、Move to Heaven ってやつも結構好きやし、ウヨンウ弁護士も前までネットフリに入ってなかったからずっと見れんかってんけど、初めて見てめっちゃ可愛かった。あれも結構何回でも見れそう。ウヨンウが可愛すぎて。あとウヨンウのそのパク・ウンビンが出てるめっちゃ最近のワンダーフールズってやつも面白かった。ワンダーフールズは超能力 SF 系やねんけど、だいぶコメディで、パク・ウンビンとチャウヌが出とんねんけど、あれもずっと見とけるけど、あれも8話とかやった気がする。善と悪があって、善の方は4人、こっち3人か。で、こっちは超能力は瞬間移動、重力、くっつく、触ったらくっついちゃうみたいな。あと力持ち、その4人で、こっちが重力と洗脳と幻覚を見せるみたいなやつやねんけどさ、こっちにさ、幻覚とさ、洗脳がおったらさ、石膏と思って、こっちにも脳みそから操る系おってもいいんちゃんと思ってんけど、まあでもほんまに面白かった。コメディっていうので面白いっていうのもあるし、普通に物語も面白かった。で、今何見ようって思ってるところ。さっきペントハウス見てて、で、ペントハウスがなんかめっちゃおもろいみたいな、結構みんなに言われたからさ、
1話見てあんまりやなって思って調べたら、なんか3から4話からもう見出したら止まらないが続くみたいな、そっから加速していくみたいなこと書かれててんけど、なんか3話で今諦めてる。あれ面白いんかなって感じ。まだ3話に来ても。でもさ、結構有名やん。有名やしさ、シーズン3まであんねんな。しかも、シーズン1が36話とかまであんねんな。多分、めっちゃ人気やんか。多分っていうかめっちゃ人気やん、普通に。やけど、なんか、まだわからん。3話でまだ分かってない。でもさ、そういうドラマあるよな、たまに。ここまで我慢すれば面白くなってくるみたいな。ヴィンチェンツォもそういう系らしいねんな。ヴィンチェンツォも多分今、2、3話で止まってて、だけど友達に言ったら、もうちょっと我慢したら、めっちゃ面白くなってくるって言われて、最初はながら見しようかなって。でもさ、ドラマってさ、人によって感覚が違うのは当たり前やと思うねんけど、でも世間が結構面白いって言ってると基本おもろいからさ、やば、やりすぎたかも。そんなことない。最近アイライナーがインクなくなってきて出ないんですよね。だからこれでやってる。最近ペンシル先が丸いから描きにくい。めっちゃ長いかな。まあいいよな、こんくらい長くても。結構文化は恋愛よりコメディとか刑事物とか裁判系とか深刻なやつとかも好きだからそういうの見ちゃう。あと今見てるやつは兵役の料理のやつ。あれもなんか可愛くて面白い。でも深刻なやつ見るけど重すぎるのとか悲しすぎるのはあんまり見られへんかも。真剣には。普通にさ、物語面白いけど深刻すぎるわっていうやつあるやん。そういうのはめっちゃながら見する。それぐらいがちょうどいい。これはなんかコストコで3個セットで1000円ぐらいで売っとったから買ってみたやつ。結構いいこれ。で、本日の主役はこちらです。じゃーん。デイジークのリップ&チークでーす。可愛くない？これ韓国のデイジークの専門店で買ってんけど、ソンスにある。なんか期間限定らしくて、期間限定とかに弱いから買っちゃいました、まんまと。で、色はこんな感じ。ぼかしたら可愛いねんな。ほら、なんかじんわり。めっちゃ見にくいかも。これをこの辺がいいかな。あと鼻の上とかも日焼けっぽくやったらいい感じやな、多分。こうやってさ、やったらさ、スマホではめっちゃいい感じやけど、こう近くで見たら、ファンデーション剥がれちゃうんよな。これはどうしたらいいの？スポンジでやればよかったんか。ミスったの。ちょっともう一回上からファンデーション。絶対間違ってると思う。上からスポンジでやってみます。ミスったマジ。ほら、こんな色です。いきます。塗りたてやからさ、またあげたかもしれん。もう最悪。粉を塗りなさい。乾いていないんだから。よれそう、めっちゃ。こっちもつけて。やりすぎかな。でも可愛いよな。なんかさ、画面で見たらムラすごくない？こういうニキビ跡っていうそばかす？なんなんやろこれ。影で見たら大丈夫やけどさ、光当てたらやばいねんけど。はっきり映さんといてもらっていいですか？マジで。コンシーラー。でもさ、夏ってこんなに頑張ってもさ、汗かいたらよれるよな。メイク学んでる人たちってさ、全然よれへんやん。まあそういう人たちの動画を頑張ってみて勉強します。まあここまで、シェーディング。シェーディングも難しいよな。結構いいんじゃないですか。で、最近ハイライトをスポンジでやったらめっちゃ綺麗になることに気づいたんです。ここにで、最後じゃない。でもほぼ最後。リップします。縁がちょっと茶色いから、この辺に塗って、あとここはぼかしたいから、色をちょっとなくします。で、これめっちゃ好きやねん。色なくなったやろ。これはリップ消しゴムみたいな感じで、だいぶオーバーリップしたらいい感じになる。そして私は口角を上げたいので、このほんまは涙袋ライナーやけど、ここに口角に使います。
で、ちょっとぼかす。で、まあこれも色ないねんけど、結構いいんじゃん。ちょうどいいかな。このくらいで。で、最後にまつげをつけます。リップが薄い気もするけど。でもこれはすぐ取れちゃうんだよね。でもめっちゃいい色。そして、最後につけまをつけます。じゃん。まつげでめっちゃ変わるよな。マジで。完成。メイクは完成です。そしたら前髪を下ろして。下ろしたらもうほんまに完成。もうちょっとパウダー塗りたい。おべことかさ、やばいねんけど、油が。いいんじゃないですか。いいんじゃない。とても、これがクッキーメイクなのかはわかりませんが、完成。めっちゃ可愛いな、このリップが多分カラコンが合ってる。てか9点の目が売りっても終わったっけわかりませんが、そばかす描いたら可愛いな、絶対。描いてみるか。描かんでいいかも。ちょっとめんどくさくなっちゃう。まあとりあえず頑張ってペントハウスを見終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。チャンネル登録と高評価もお願いします。Take me back to California.